総集編、前編。ねえねえ。何？私たちさ、JK じゃん。JK だね。女子高生じゃん。うん。だけど私たちってさ、うん。なんか、みんなによく言われない？なんて？ JK っぽくないって。うん。なんでだろうって思ったら、うん。なんか、言葉遣いとかが、うん。女子高生っぽくないのかなって思って。そんなこと考えてたの？うん。で、友達とかさ、うん。結構、なんか、最新の言葉みたいなの使わない？例えば？それなーみたいな。まあね。でもそれなの、女子高生かな？いや、女子高生よ。そうん。う。なんか、なんだろう。ケバやお姉さんが言ってるイメージあるけど。それなは。うん、女子高生なのよ。そうかな？流行語を作るのは。私たちと同じ。それなとか。ピエン。ピエンね。ピエンは私よく使ってるわよ。え？ああいう言葉って、構えちゃダメじゃない？使おうと思ってってこと？絶対に。自然に出なきゃダメじゃない？あ、そうだったの？私、構えてたわ。行くぞって。うん。言うぞって。それじゃダメなの。もう自然でないと。うん。そうなの？うん。え、マジやばい。うん。ピエン。どう？ちょっとピエン違うじゃない？違った？ピエンなの。ピエンみたいなことじゃないの？わかんないけど、私も。ピエンでしょ。ピエンなの。ピエン。ピエンじゃない。違う違う。ピエンよ。ピエン。ピエン、最初ピエンよ。結局は。ピエン。泣くってことそう、よ。泣くの。ピエンの、ピエン。そう、それがピエンよ。だから、もう団子ちゃんのことなんか知らない。ピエン。いやいや、残さないでいいよ。ピエンなのよ。ピエンはちょっとなんか違うじゃない。言い方はこっちの方が可愛いもん。いや、ピエンで言ってみてよ。ピエンじゃなくて。もう一回言って。じゃあ、もういい、団子ちゃんなんかもう絶好。なんでそんなこと言うのよ。もうやだよ。もう。ピエンそういうことでしょ？ちょっと構えちゃうわね。うん。それなは言える？それな得意よ。私だってよく言ってるもん。今日暑くない？それな。いや、じゃね、それないよ。何？それなはもう、なんか男の人じゃない。なんでよ。それなよ。軽さが必要なのよ、絶対。それな。やってみてよ。いいわよ。なんかほんと、マジ腹減ったんだけど。それな一緒じゃん。いや、違う。それなって言ってたじゃない。もう一回やってみて。どうしよう。明日の鉄道勉強全然してない。それな。いや、ちょっともう何伸ばさなきゃ。それな。それな。それな。完璧。完璧。オッケー。かも。いやー、もう、お腹すいた。それなーいや、言われた通りやったわよ。そうね。そうね。でもこういうことでしょ？やっぱでも覚悟が決まった感じがしたわよね。した。やっぱ、言えないのよ。だって私今、あゆみたいな感じで。それなー。あゆってのが古いのよ、ちょっと。今流行りじゃない？ M ね。M ね。それなー。アリーナーとか言っちゃったよね。それなーって言ってたもん、私。それなー。ちょっと、力入っちゃってるのね。確かにそうね。でも友達たちは言うじゃない。それなー。それなーは確かに言うわ。なんか。気だるさというかなんか、力の入ってない感じ出せないのよね。私たち気だるくないもんね。そう。まあ、気だるいけどね。気だるくないもん。普段は。いつも全力投球だもん。全力投球なの、全力投球、本当に。ストレートしか投げれないわ。そうなの？そうは見えないんだけど。もう私はもう直球派よ。そうなの？ 125 キロぐらいの。ストレートずっと投げる感じ。いや、中途半端だよ、それ。何？それぐらいの感じで言ってんの。全然遅いけど。いや、高校生の話。高校生の話。何をプロで見てんの、私のこと。プロ野球で見てんの。プロで見ちゃったわよ。高校生の話。それぐらいで行くから、私は。そうなの。じゃあ私たちこのままで言うってわけ？それな？今のタイミングそれな、待ちしてた？
それな待ちしてなかった。それな待ちしてなかったわよ。怪しいな。いや、してなかったよ、ほんとに。してなかったわよ。じゃあもうそろそろどっか行く？それな。まっすぐ家帰る？それな。なんなのこの、なんなのこの言い方。いや、軽い感じで言いたいのよ。ピン。いやいやいや無理よ、私たちには。それな。翌日。眠い。また来ちゃったまた来ちゃったじゃないわよ。なんでここ帰ってくんのよ、なんかちょっとはまっちゃって。なんかいいわよね、やっぱり。日本家屋って。いや、あるでしょ月見ちゃんちも。なんか小狭い。なんて言い方する小狭い部屋があるでしょ？違うよ、私の家はやっぱちょっと洋風だから。いや、小狭いでしょ。いや、狭いとか関係ない。その、和風がいいよねっていう話。まあ私たちに合うわよね。やっぱね。一番いいわよ。本当に。はい。いや遊んだわね、それにしても。疲れたわね。いや、私さ、最近さ、思ったことがあってさ、思ってたってか前から思ってたんだけど、なんかさ、バス好き月見ちゃん。バス割と好きよ。結構バス乗っちゃうわよ。私もね、そんなに嫌いじゃないのよ。なんかレトロ感というか、ちょろちょろ行く感じが。でたまに乗るんだけど、そのバス乗っててさ、月見ちゃん見たことあると思うけどさ、前からバスが来たらさ、なんかわかんないけどさ、運転手同士がさ、これ運転手みたいなのやるじゃない二人でね。二人で、すれ違うとき。すれ違うとき。あれ、ほんと私やめてほしいのよ。いや、いいじゃない別いやいやいやよくない？違うのよ。仕事中なのよ。今。彼らは。ねえ、彼らの仕事ってなんだと思う？人を運ぶこと？そうよ。ただ人を運ぶわけじゃないわよ。一番大切なのは、安全に人を運ぶことが彼らの仕事なのよ。何を片手運転してんのよ、そこで。まあ、片手運転良くないかもしれよない。くないわよ。よくなさすぎるでしょ。別に余裕あるかもしれないわよ。でも、その、同業者への対する挨拶なんかいらないでしょ、そんなの。でも、あれって、わかんないけど、その、マニュアルじゃないけど、何かがあるんじゃない？意味が。サインみたいなのあるの？なんか出してんのこうやってサインとか。っていうか、わかんないけど、いつも同じ、絶対やらない。絶対やるのよ。絶対やるの変じゃない？いや、だから山の挨拶みたいなことよ。誰でもやんなきゃいけないみたいな、多分ルールでルーティンでやってんだけど、なんかの確認なんじゃないの？そうだよ。私いつも一番前に乗るのよ、絶対。ちょっと小高いところに。あそこに乗るからよく見えるのよ。でも、たまにね、これほんとたまによ。それ手挙げるとき、ニヤニヤしてる人もいるのよ。いや、わかるわよ。声出ちゃってる。そうなのよ。それはもうなしでしょ。それね、久しぶりに会ったみたいな。いや、大体会うでしょ。同業なんだから。毎日会うわよね。挨拶、みんなに見えるところで絶対しないでほしいのよ。なんかその、緩んでる感じ。なんか、あるんじゃない？バスジャックされてないとか、そういうのあるんじゃない？じゃあ、この手挙げてなかったら、相手がそのサイン知らないから、そいつがバスジャック犯だと思っちゃうってこと？まあ、その運転手もそうだし、バスジャックのサインとかがあるんじゃない？私、今されてるみたいな。されてますみたいな。されてますみたいな。こっちだとされてます、されてないみたいな。まあ、なんかわかんないけど。それはね、なんか調べが出てきそうじゃない？あれ、やっぱ変よ。毎回してんの変よ。毎回してんのよ。絶対何か意味があると思うのよ。いや、ただよ。ただ楽しんでんのよ。一瞬の楽しみ。違うわよ。いや、ほんとそう。あんな毎日すれ違って、いつもその、新鮮なテンションで言えないわよ、なんて。いや、なんか、そういうのあるのよ。そういうボケみたいのしてんのよ、絶対。ちょっと。やってんのよ。なんなら朝の朝礼みたいの絶対あるでしょ？いや、そこでやってんじゃないの？いや、じゃあ、その、例えば違うバス会社あるじゃない。ノリ的に。それがすれ違った時もやってんのよ。やってんのよ。絶対サインなんじゃない？バスの。いや、違うのよ。なんかね。そんなのある？いや、なんかあいつらとか言ったら失礼だけど、なんか仕事中の、なんか、
一服みたいな感じでやってる感じすんのよね。なんかいやでも違うバス会社の人って知らない人じゃない？やってるわよ。その、たまに違うバス同士、私もずっと気になってたの。同じバス会社同士がやってるんだろうなと思ってたら、違うところに行くのあるじゃない。例えばまあじゃあ、何バスと何バスって言ったらいいかわかんないけど。でもあるわよ、違う。だってそう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 。鉄道会社によって違ったそうりすなのよるし。そこがすれ違った時もやってんの見て、何をしてんいや、だこい絶つらは。対あるのよ。バスジャックじゃない？いや、ただ次私は確認したいのは、ハトバスとすれ違ってもやるのかと。そういう団体のバスと、チャンスがないけど。団体と団体をやってる？どうなの？団体と団体。団体のバスと団体のバスがすれ違うときやってる？まあ、あんま見たことないわね、そう考えたら。団体と団体がすれ違うってことね。しかも朝とかすごいすれ違うしね、ああいうバスって。確かに、すごいよね。やってんのかな？それは確かに。いや、それ調べましょう。え？調べたら出てくるわよ、絶対バス、ニヤニヤって、バス運転手、すれ違うとき、みたいな。手を挙げるとか。絶対今調べられないことなんかないわよ。いや、私あれはサボってるように見えるけどね。いや、絶対、なんか、あるじゃない、ヤフー知恵袋とか。確かにね。あれで質問してる人いるわよ。なんでもあるんだから、今。じゃあ仮に、まあ、そのパターンないか。その、まあ、あんまないけど、バスが、こう、待ってるとするじゃない、こうやって。そしたら前のバスは、こう曲がってたと。で、こっちの、その後ろのバスはこう直線に来た場合は、こうするってことなの？いやいや。いや、こう。いやいやこうじゃないこうじゃないあ、そうなの？曲がる前に一回やって。曲がる前にやっとくの。こうじゃない？結構距離あるわよ。曲がる前は。そう調べましょう。そうね。ちょっと私も確認したいわ。気になってきた。で、とりあえずは、まあ、結果出るまでは私と、月見ちゃんがすれ違う時もやりましょう、一回。いつも。いやよ。喋んなよ。絶対声出した方がいいよ。次の日。ねえねえ。いや、そんなびっくりすることじゃないじゃん。びっくりした。いたの？いるわよ。ずっといるわよ。ずっといた？隣にそっか。なんかさ、友達とか、まあ、知り合いがなんか遊びに誘ってくれたりするのはやっぱ嬉しいじゃない？めっちゃ嬉しい。でもさ、どうしても行きたくない時ってない？だるい時？まあその人にもよると思うんだけど、どうやって断ってる？私？いえ。そうね。基本私、断らないタイプなんだけど。まあね、前提としてはね。ただ、断るときは、その、私、めっちゃ行きたかったのにー、みたいな。空気出すパターン？めっちゃ行きたい。行きたかったです。行きたかったです。でも、みたいな。頭にそれつけるパターン？でもこれもちょっとなんか臭いのよね。なんかすべてが臭く感じるよね。だから、なんかいい方法ある？逆に。いや、結構永遠のテーマなのよね、これは。だから、私もですね、すごい思うの。なんで、臭く感じるかって、やっぱり嘘ついてるからじゃない？そうね。本当はいけるのに、いけないからなわけじゃない？そうね。だから、そこはもう、こう自分を騙すじゃないけど、そう、本当にいけないんだってことにするの。なるほど、なるほど。そうしちゃったら、そっちの気持ちに持ってっちゃうってことね。そう。だから相手を騙すんじゃなくて、まず自分を騙すのよ。そうね。そう、敵を騙すにはよ。まず。そうしたら、なんか罪悪感なんか全くないし。確かに。私も、いい断り方なんかないっても思ってるの。あるのかもしれないけど見つけられてないから。だから似てるかもしんないけど、その断りを何でもいいから入れるじゃない。今日行けないですみたいな。そっからすぐ寝るようにしてるの。もう次の日にすんのね。そう。それ一番いいわよね。起きた時にはもうそんなこともちょっと忘れてるじゃない。
その時だけだもんね。うんちょっと罪悪感って。そうなのよ罪悪感って一瞬だもんね。そうなのよ。確かにそれいいわね。うん。すぐ寝るの。すぐ寝るようにしてる。でも、さすがに2時とかだったらどうすんの昼の。昼の2時ん。寝るようにしてる。昼寝するようにしてる。夜罪悪感襲ってこない？いや、でも一回寝ちゃえば、あ、そうか。人間ってやっぱり結局忘れるかそうなのよ。そんなにすぐ寝れんだ。うん。逆に。まあそうね。そんなにすぐ寝れる状態なら、ん行かなくてよかったと思うよ。結構疲れてると思うし。そっか。寝れない時とかの方が、まあ、そうだよね。大変だけど、確かにそれ私もやろう。すぐ寝るの。寝るか、でもそうで、寝るのが一番いいわね。結局は。だって忘れたいもんね。まあでも、嘘つくのはやっぱり良くないよね。嘘はつきたくないからね。断る理由は何にしてんの？いや、昔うは、んちょっと嘘っぽいこと言ってたけど、もう最近はもうストレート。なんて言ってんの？すいません、いけません。やば。理由は何も言わない。聞かれたらどうするの？なんで？あ、すいません。それずるいじゃん。すみません。いや、すごい責めてるみたいじゃん、こっちが。もうすみません。いやいや、そんなひどいことじゃないから。もうそこを考える時間も嫌になっちゃった。ああ、すごいのね。ん。そんなに断ってきたんだ。断ってきた人生だかもしれない、私は。私はだいたい断るときは、野暮用があってっていうの。いや、似てるじゃない。そうすいませんと。もう言わないじゃん、野暮用で。野暮用の方が、ボケっぽくて通じるわよ。そう。そのなんか野暮用ってなんだよ、みたいな。そう、野暮用ってなんだよ。いや、野暮用ですっていうの。そうするとなんかちょっと、なんだこいつみたいな感じで終わるから。なるほど。ハート振るよ。ちなみに、今週の日曜日は何やってんの？今週の日曜は、朝から、まあちょっと、ぼーっとして、夜パフェでも食べに行こうかなって思ってるけど。あ、そうなの？なんで？なんかカラオケでも行きたいなと思って。行く来てくれるんだね。よかった、断られなくて。だってこっちもう手の内明かしちゃってるし。そっか。ずるいよ、その聞き方。そっか。じじゃあ日曜日ね。ゃあね。じゃあね。ちょっと寝てくわ。また寝てくの？大丈夫？大丈夫、ちょっと寝てく。次の日。もしかしてまた来たの？もう行くとこないのよ。もしかして今、無理じゃない全然後ろ見てなかったから、もしかしてって思ったけど。そんなことはないでしょ。もしかしてって思ったけど。無理じゃない？何が無理なの？もう外で、お話しするのは。いや、見ねえよ、月見ちゃん。外よ、ここ、ほぼ。言っとくけど。いやでもなんか涼しいのよ、ここ。風も。まあ、暖房つけっぱなし、暖房じゃないわ。冷房、エアコン。閉めないよ、じゃあ。私閉めないのよ。閉めた方がいいわよ。閉めないの。閉めないタイプなの。なんで閉めないタイプ？絶対閉めないの。やっぱり、温暖化を防ぎたいから、絶対に閉めないの。私は。いい天気ね、それにしても。団子ちゃん。話しかけた、今。いえ、なんで私の声聞こえないの？たびたび。いや、なんか、今更聞けないこととかってある？誰に？いや、なんか、誰にでも。今更聞けないなんか、なんて言うんだろう。乗り遅れちゃったとか。乗り遅れちゃった。なんかもうみんな当たり前のように知ってるから、もうなんかちょっと恥ずかしさと、プライドと、あとなんか水を差すみたいな。あるかしら。なんていうの？みんなは普通に使ってるけど、私まだこの意味あんまよくわかってないみたいな。言葉ってこと。だけどまあ、そこも深く聞かないみたいな。言葉とか。なんだろう。なんか、私この前あったのね。たびたび聞いてたんだけど、そのつのどういうことなんだろうって思ってて。何？なんか、エモいとか言うじゃない？ああ、エモいね。ちょっとよくわかんないのよね。ああ、まあ。エモいって言葉が。で、聞けばいいじゃない？
エモいって何って。まあね。もう聞けなくなっちゃったのなんかわかんないけど。で、使ってるってこと？使ってはないの。あ、そうだ。私が使うことはないの、決して。だけど、エモいって、なんかエモいみたいに言われたときに、聞けばいいじゃない。エモいって何って。語源はわかるの？わかんないわかんない。英語？多分、私はそうだと認識してたけど。何？エモーションじゃないの？エモーションってどういうこと？なんかこう、感情的になんか高ぶるみたいなことじゃないの？そういう意味じゃないの？だからエモいじゃないの？違うの？私ずっとそう思ってたけど。感情が高ぶってるみたいなこと？なんか、高ぶってるっていうか、なんだろう、燃えるみたいなこと。燃えるみたいなことじゃん。エモい。いや、なんか私はもう本当にその正確な答えはわかんないよ。なんか自分で使ってるのなんか集計して考えたらなんか懐かしいみたいな雰囲気の時に使ってない？いや、そんなことないわよ。なんかこれエモいみたいな。そんなの違うわよ。だから、月見ちゃんやっぱちょっと硬いのよ。硬いの、そんな。硬いって何よ？そんな言葉の意味なんかどうだっていいのよ、そんなの。いや、どうだっていいとかじゃなくて、そういうことなんとなく雰囲気でそういうこと使ってれば。じゃないよ、もう。ちょっと足しびれちゃったわ。なんとなく雰囲気で使うのよ、エモいって。じゃあ、まあ、例えばエモいなんだけど、なんかそういうことだから、こう考えてみて。何？ここ今2の2よ。そこまで深く知ってないの。理由。多分、100の80は知らないわよ。ちょっとよくわかんない。何100の80？要するに100人いたら80人がエモいの本当の意味知らないの。だから、それはそうかもしれない。使えばいいのよ。そしたら、本当の意味を知ってるやつも、私のやつ違うんじゃないって思うから。だからいいのよ。誰も真の理由なんか知らないのよ。それフィーリングで使ったらいいのよ、エモいって。まあ、エモいはね。いや、まあ、この話のでも何そこじゃないのよ。そこじゃないの？なんでエモいの話したの？エモいを聞けないってことなのよ。エモいを聞けない。意味を。今聞いたけど、こういう話してるから。なんかみんなが盛り上がってる時に、それを聞けない。まあね。エモいってどういう意味って聞けないってこと？エモいって何なんだろうって心の中で思ってるだけってこと？恥ずかしいから？わかんない。その感情が自分でもよくわかんないのか。恥ずかしいのか、なんか、プライドなのか。でも今みたいに言えばいいじゃない。だから。でもさ、なんとか、なんか言ってみて。何かがエモいって。いや、なんかさ、夕日ってエモいよね。エモい！マジエモい！まだよ。夕日マジエモいよね。エモい、マジエモい。ほんとエモいのよ。でもさ、こうやってエモいって言ってるけど、なんかエモいのさ、なんか正確な意味ってなんかよくわかんないよね。確かに。そういうこと？そう。ね、見方増やせばいいのよ。どうせ知らねえんだから、それ言ってるやつは。でも、一番聞きづらい時って、この1対1だったらまでいけんのよ。まあね。この例えば3人以上いた時に私だけ知らないみたいな時あるじゃない。あん時よ。いける？まあ。エモい。いくわよ。いいよ。ねえねえ、あれエモくない？どれ？夕日エモいよね。エモい。団子ちゃんも思うでしょ？エモい。マジエモい。マジエモいよ。ちょっと待って、入ってくんの？ほんとに。そんなに言ってる知らないのよ。マジエモいよ。マジエモいだけど。エモいかも。普通に話してないじゃない。エモいかもって。そんなフルスロットルで意味知らないのに入ってこれる？エモい。マジエモい。エモいっていう。いやちょっとそれはもうわかんないよ、私。でもエモいってみんな言ってるけど、本当のエモいって何なんだろう？いやめちゃくちゃ使ってたじゃない。一番使ってたのよ。いや、私も使ってたけど、もしかして違ってたら恥ずかしいなと思って、私の得意技なんだけど、エモいは。いやまあそれが言えればいいんだけど、そうよ、そんなフルスロットルではそれ私入れないね。言えないと人生ほんと大変よ。まあ確かにね、損してるわよね。結構、大人が言ってくるよ、大人って。すぐ、わけのわかんない、難しい言葉みたいに使って、ケムに巻こうとしてくるから、そういう時に、そうね。その意味何ですかって聞けない人、あなたみたいな人がね、イルカの絵とか買うのよ。マジで声かけられて。騙されちゃう。気をつけた方がいいわよ。気をつけて聞くわよ。聞いていきたいと思う。聞いてって。
それじゃ。それじゃあ私の家どこ行くのよ。留守番頼むわよ。どこ行くのよ。あんたに言う必要なんかないここ残されても、一人が暇なのよ、ここで。ちょっと、米研いどいてね。私が帰るまで。どこ行くの？翌朝。ねえ。何？私さ、うん。挨拶苦手なんだけど。挨拶苦手？うん。普通に会っておはようとかできるよ。そりゃ、私だって。うん。だけど、なんかさ、こう、例えば、廊下とかだったら、長いじゃん。長いじゃない。廊下ね。一直線で長い。例えば道とかでもいいわよ。うん。で、長くて、だいたい、50メートルぐらい。50メートルとして、こう、私歩いてるじゃない？こうやって。歩いてて。こっちに歩いてってたとしたら、あっちから、50メートル向こうぐらいから、知り合い来てて、はい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 。あ、知り合いだって思うのよ。気づくのね。気づくの。で、相手も確実に気づいてんの。私だって。うん。どのタイミングで挨拶したらいいかわかんないのよ。何の悩みそれ。いや、50メートル先は無理じゃない？そこで挨拶するのは。いや、でも。いや、わかるよ。言いたいことわかる。友達だったらいいのよ。なるほど。友達だったら、でいいじゃない？違うのよ。知り合いとか、ちょっとした近所のおじさんとか。なるほど。でも近所のおじさん無視するわけにいかないじゃない。うん。だから、ちょっとなんか挨拶したいんだけど、ただ、なんか、どこまで来たらいいのかなって、みたいな。いや、これ、難しいわよ。でもそれは、でも声が届く範囲に来たらってことじゃないの？まあそうなんだけど、それまでお互いちょっと、もう見てるじゃない。見るもの他にないから。そうね。で、私あえてちょっと携帯見ちゃったりとかすんのよ。もう手持ち無沙汰じゃないけど、することないから。じゃないとだって、なんかお互い、挨拶するまでの距離を、なんかこう詰めてるみたいな、あの感覚すごい怖いのよ。10秒ぐらいあるわね。そう。それでずっと来て、で、この来た時に、おはようございますとか言うと、あっちも、おはようみたいな。いや、なるわね。でもそれって、挨拶ってあったからするわけじゃない？うん。合ってるじゃないもう、だいぶ。途中にタイトルが来ちゃったみたいな、なんか、物語の途中にみたいな。しょうがなくないそれは。しょうがないんだけど、なんかいい方法ない？正解なんてないわよ、あれに。いや、正解ないんだけど、いつも、なんかちょっとニヤニヤしちゃう自分もいるのよ、私。あれで、やばいと思って、どのタイミングでしようかなとか。いやでも私は結構下向いて歩いてるから。いや、相手も、それで相手も思ってるわよ。そう、ちょっと気まずいから、下向いてるんだって。そんな考えてないわよ、絶対。思われてるわよ、絶対。まあね、それもでも、適度な距離、ちょっと、こっちも緊張してるのよ。どの距離で行ったらいいかわかんないから。で、10ぐらいで行こうと思った時に、ちょっと声がちっちゃくなっちゃったりとかする時あんのよ、私。届かない。届かない。おはようございます。聞こえてないみたいな感じで。そうなの？ 5 メートルぐらいのところでやるみたいな。なるほどね。そう、だからもう。いや、でも難しいわね、それは。難しいけど、一発入れた方がいいわよね、でも。何を入れるの？だって。遠目で見た瞬間に、ジャブみたいな。ジャブみたいなの入れて、認知してますよっていうの入れて、一回入れて、近づいて、おはようございます。がしたいのよ。仮挨拶を入れちゃうってことね。仮挨拶入れちゃった方がいいのかなと思う。まあでもいいんじゃないそれは。50ぐらいで。50遠くない？ 50と、まあ30ぐらいで。30で仮挨拶入れて、そうよね。いや、でも、結構、気づいてないこともあるわよ、そんなの。あんま目が良くないというか、見えてない人もいるわけじゃない？その顔まで認識できるぐらい。じゃあ、そうか。まあでも、考えすぎなのよ。そうかな。そっか。大丈夫。したいようにしたらいいのよ、そんなの。本当にしたいのは、会った瞬間に言いたいわよ、そりゃ。50メーター？まあ50とは言わないまでも30ぐらいで、どうもーとか。でも、どうもは、失礼だから。いや。だから今度、
相手も多分、あ、それじりじり詰めてきてるだろうなって思うじゃない？一回無視してやろうかと思ってんの。裏切りで。いや、考えすぎなのよ。なんでみんな団子ちゃんと同じように考えてると思ってんのよ。あ、そういうもんじゃない。違うわよ。そんなこと思ってないわよ。あ、そう、ちょっと考えすぎてたかもしれない。考えすぎてるわよ、そんなの。だからもう、自分が、うん。まあ、声が届く距離で挨拶すればいいのよ。その間我慢して。我慢ね。我慢が一番むずいのよ。挨拶我慢しなきゃいけないってどういうことなのって思うのよね。まあ、それしょうがないわよ。しょうがないか。うん。うん。わかった。うん。でも大切だから、挨拶って。そうね。うん。うん。よし。じゃあ今日も。練習行こう。何の練習？練習よ。練習？